空 by OpenAI と空2についてですね、コンテンツクリエイターのジョージ黒宮さんを迎えてお話ししたいと思います。ジョージさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて早速なんですけど、空 by OpenAI 出ました。ジョージさんはどの点にインパクト感じましたか？そうですね、実際使ってみて、一番最初のファーストインパクトとしては、もうとにかく楽しいっていうのが一番。楽しい。そうなんですよ。で、こういう、なんていうんですかね、映像作ってできるっていうのは、そもそもあったんですけど、生成 AI としては。なんですけども、今までよりも一番その自然言語に近い形で作れて、とにかく思いついたらパッと、特殊なプロンプトとか入れなくても、どんどん作れちゃうっていうところが、まず一番の衝撃感でしたかね。その簡単なプロンプトで結構オチまで用意してくれたりするじゃないですか。あれはやっぱりもう本当にラーニングで、こう、人が面白がる動画はこういう展開だっていう風に作れちゃうっていうことですかね。なんかその辺のそうで自然すね。さみたいなのがありますよね。僕は結構このいろんな、中でもちょっと面白かったのが、レシピをですね、チャット GPT に考えてもらって、はい。例えばそのヘルシーななんかご飯を作ってほしいと。で、レシピを考えてくださいって、まずチャット GPT にレシピを考えてもらったんですよ。で、そのレシピをそのまま空2にプロンプトの代わりに入れて、以下をレシピを作る動画を作ってくれっていうふうに送ったら、実際に作ってくれるんですよ。うんうんなので、通常のこのレシピって世の中にいっぱいありますけど、チャット GPT が考えたものっていうのは画像も何もないじゃないですか。作りうん。方ぐらいしか出てこないので、それが実うん。際に、本当に実際作ってるような感じで、動画になってそうなんですよ。出これは結構るっていう。びっくりでした。はい。すごいですね。まあ、こういった、こう、驚きみたいなのはまだまだ未開拓がもう海のように広がってるんでしょうね。この作り方。もう使う人の数だけ、思いついた数だけ生成できちゃうっていうことなんでしょうね。はい。私は、SNS としてのこの空 by OpenAI っていうか、あの、空2は生成ツール。今まであった空のバージョンアップで、空 by OpenAI はスマホアプリっていうことで、やっぱりもう90%以上がスマートフォンで SNS やってるっていう中で、このいろんな SNS が出てきた中で、最新のついに TikTok 以降ですね、あんまり新しい SNS って出なかったと思うんですよね。そのついに最新が現れたっていう、特に AI 時代じゃないですか、今って、これから。もう AI が世の中をどんどん変えていく、もう全ての分野で、生活も社会も。その SNS って何だろうっていうと、TikTok とかも AI 使ってるし、X にもグロック搭載したって言いつつも、なんか今までの X に AI をなんか AI 機能が一部ちょっと加わったぐらいだったなというふうに思ってたんですけど、この空についてはもうね、AI 大前提の、SNS ということで、これが新しいなと思いました。そうですね。そこで言うと、割とこのショートムービー、TikTok だっうんうたりとかっていうん。ところですね。あとは、インスタ系のリールとかですね。あの辺の、ショートムービー系の SNS の、時間を奪うものになるんじゃないかっていう、声があったんですよね。で、一つ、もう一個だけちょっと面白いなと思う意見が、他のやつって割と今生成 AI もいろいろ出てきてて、実際それがファクトなのか嘘なのかみたいな、はい。すみません、それは本当なのか嘘なのかみたいなものっていっぱいあるじゃないですか。で、空ってもう全部が生成されたものなのそうですで、よね。そうなんですよ。これっすべてが、て AI はい。じゃないのとかっていう意見が出ようがないですもんね。そうなんですよ。すべてが嘘。で、アップロードもできないので、こちうん。ら側から。だからすべてが生成 AI で作られた虚偽の世界だっていうところの、もう面白さみたいなところうはあるん。なと思いました。よく、この作り方がよくできてるっていうんですかね。やっぱりその SNS プラットフォーム、アプリとしての、アイディアというか、出来の良さというか、発明感が、やっぱり単なる AI すごいっていう話じゃなくて、やっぱ TikTok 以来みんながこう、飛びつくような SNS、ついに登場したな、みたいな風に思う。まだそんなに飛びついてないですよ。うちらみたいなそうこうなんですよ。いう仕事で興味関心持ってるアーリーアダプタうん。ーは飛まびついてさにですね。るけど、はい。僕今
まあ、学校でちょっとこう教えてるんですけども、その生徒たちにアンケート取ったら、まあ、百何十人ぐらいちょっとアンケート取ったんですよね。で、そのうち、まあ、9割以上というか、まあ、実質使ってる人はゼロだったんですよ。で、まだコードがないので使えないっていう人が数名っていうレベルで、まあ、全くみんな興味がない。10代の、まあ、20代前後のクリエイター系の子たちなんですけど、の子たちですら、まあ、それぐらいなんで、まあ、本当に今はまだアーリーの初期なのかなっていう感じですね。まだ全然キャズムの点々手前っていう感じですね。多分、ジョーうん。ジさんとか自分なんかは、もう待ってたと思うんですよ。次来るぞ、来るぞ、来るぞって、もう待ちうん。構えてて、どんなの来るのかなみたいなところで、本当自分で作りたかったぐらいですけどね、作れないけど。来たって思って、もう当然みんな世界中盛り上がってる熱狂だろうと思ってたら、割と周りの人そうでもないっていうそうこですね。とで、使なんか、ってる人はごく一部。うん。なんか、すごい、脇田さんなんかこういうのにハマってますね。ふーん、みたいな、なんか、いや、違う。個人的にも楽しんでますけど、いや、そうじゃなくて、って未来を考えましょうっていう意味で盛り上がってんだけどって、まあなんか、はい、この場を借りて言い訳させてもらいます。それで言うと、バインって昔ショート動画アプリはがあったんですけど、あれが出た時も似たような感覚だったんですよ。い。うで、まだそのん。時、今ほど YouTuber みたいなところの時代じゃなかった、まだショート動画でやってるのってあれぐらいしか最初イメージがなかったんですけども、あれも最初に飛びついてた時ってやっぱアーリーの人うたちばかりで、ごく一部で盛り上がっん。てて、その流れが時を超えて今ショート動画、まあブームになってるじゃないですか。まあちょっと早すぎたんですけど、バインは。まさにあの感じに近いのかなというのはちょっとそうですよ僕は、うね。ん、それが、まあ、なんて言うんですかね。TikTok にしろ、倍にしろ、簡単に編集ができるとか、普通に素人が撮った動画がこんなに音楽をつけて、イケてる感じになるとかって言うんじゃなしに、もうポコンって文字入れただけで、簡単に出来上がってる。だから自分が上げてるその TikTok 動画とか YouTube 動画に比べて、空で上げたものの方がはるかに面白いっていう。ああ、確かに。まあ、それは AI ですよね。うん。そのね、できないことができるようになるっていうところそう、が。だから今まであんまり飛びつかなかったような、ちょっと、僕らよりも少し上ぐらいの人ですらも、えちょっとこう食いついたりとかしてて、だから今までだと若干敷居が高かったみたいな動画に関うしてん。思ってた人たちが、もうバシバシできるっていうところで楽しんでるってところはあるかもしれないですね。そうですよね。だからこれっうん。て、なんか本当に SNS 初期の、うん。あの、なんか今までできなかったことがこんな風にできるっていう、高揚感は懐かしいなと。ああ、そう、あまさにその通の、りですね。うん。そうですよね。久々。で、やっぱり SNS ってもはやもう広告ツールじゃないですか。はい。まあ、自分マーケティングって言ってそういうこう宣伝ツールとしての SNS っていう風にもう冷めた見方で見てますけど、これはもう一度なんかこう人とつながる楽しさみたいなのをなんか提供しそうだなっていう。そうですね。だから今それ聞いて思ったんですけど、そもそええ。も、まあ、ソラって無料でも使えるんですけども、うん。基本的にチャット GPT の、有料アカウントの人が、主にやってると思うんですよね。だからもうそもそも課金システムがそこに存在しているので、そういうところの強みもありますよね。ありで、ますよはい、無ね。料 SNS って基本的に広告で頑張っていくしかなかったみたいなところがあるんですけど、もうすでに有料アカウントがいっぱいいる中でやってるっていうところの強みはあるのかなとは思いましたね。はい。うん。あの、今回のこの空の特徴としてのカメオ機能ですね。これやっぱ熱いなと思って。で、今回こういうちょっと対談っていう企画させてもらうにあたって、自分もカメオ機能を使ったジョージさんとのコラボ動画というか、こっちが一方的に作ったんですけど、まあ、はい。ジョージさんもカメオを、あの、許可してくださったんで、あの、これは、これがこう、本当一般に、えっと、知られていった時の、なんていうか、面白いねっていう流行りが目に浮かぶような気がするんですけどね。ちょっと流し見てみますね。ほな認可でまだ立っとるか。でもあとちょいや。もう大変だ。樋口の崖すごいで。あの怪獣養分飲んどるで。こっちが焼ける前に見覚めなあかん。行くぞ。背中の飛びから今や。俺が引きつける。ほな認可でまだ立っとるか。でもあとちょいや。もう大変だ。樋口の崖すごい。はい。京都弁でもないんですね。そうですね。なんか、これってジョージさんも自分もうん。取り込んだ声で自分に近い声になってるんですけど、ちょっと日本語がなんかいまいちだなと思ったんで関西弁、関西アクセントって
入れたんですね。まあ自分は関西人ですけど、ジョージさん関西人じゃないのに、代弁させて申し訳ないんですけど、でもなんか生感は出たかな、いや関西。ー、面白いですよ。カメオはめちゃくちゃ面白いなと思っ面てて、白いんですよね。そうなんですよ。だから僕も脇田さんとラップバトルしてるやつとか、なんかボリウッドのダンス踊ってるみたいなやつとかを作うんうったりしてみたんんうん。ですけど、まあ、これが何よりも楽しいんですよね。これは結構近いうちに爆発するんじゃないかなって気がそうします。なんですよ。AI のグラビアとか出してる栗田恵美さんって栗恵美さんっはていうい。はい。人が、つい先日、まあ、公開でカメを誰が使ってもいいですよっていうのをやったばっかりなんですけど、プレスリリース出されてましたよ出してね。ましたよね。ああいう風にして、有名人とコラボができると。で、まあ、そうですよ僕もね。栗恵美さんの動画で何個か作ってみたんですけど、2人でダンスえを踊ってるやつとか、えええそういう、まあ、ちょっとなんだったらこう恋愛シチュエーションみたいなこととかもできるっていうところがあって、そこそうの面ですよね。白さがあるんですよね。だからなんか自分はやっぱり音楽、マーケティングっていうところで言うと、例えばニューアルバムの衣装とメイクでなんかちょっとこうなんか書いたりとかして、ニュービジュアルでみんな動画作ってみたいな、そういうのもありかな。で、うんまあうんうん。ちょっとそのやってない人に説明すると、まあ自分の肖像が管理できるっていう、この画期的なこの時代に、そこはやっぱ先を行ったなって思いますよね。ただ一方で僕自体は、まあ、全部に公開はせずに、まあ、脇田さん含めて何人かはいはい。友人に使ってもらってるんですよ、自分のカメを。で、一番最初に、まあ、使ってもらってた友人は、まあ、ちょっとこう面白半分で少しふざけた、例えば炎上系 YouTuber に僕がなってるやつみたいなそういう動画も作ってアップしてて、でそれは知らないところで勝手に作られちゃうわけですよ。うーで、ん。許可はもう最初にカメを渡した時点で勝手に許可されてる状態なので、う何を作らん。れても公開するのは無効になっちゃうんですよね。だから知らぬ間にちょっとやばい動画とか作られちゃうっていう危険性はあるっていうところが一あります個ですね。よね。はい。自分だけ、許諾した人だけ、フォロワー同士、すべて、こんな段階でしたっけ？そうですね。はい。これでも今までなかったですよね。個人アカウントにそうなん対して、ですよ。友達だけ公開とか、その公うん。開範囲っていうのがあったかなと思うんですけど、あれが細こかくできるのがなかなか面白くて。いやー、画期的ですようね。ん。だから、やっぱり今時の SNS ユーザーっていうか、一般の人々皆さんそこに敏感だから、そこは抑えるところを抑えたなーって思いますし、まあ有名人はね、もうこれをどう商売にするかっていうことを言うと、まあ音楽系で言うとさっき言ったようなことがあるかなとは思って、まあただ今、肖像なんですけど、まあキャラクターイラストとか、楽曲とか、こういうところにもまあ応用できそうな感じも、まあできるんだ。技術的にできないことなんてもはやないのかなっそうて。なんですよね。だからもうすでにやっぱそういうちょっと一部、まあ、著作え権に違反してるようなものがいっぱい作えられてて、ただそこに対して将来的にはまあ収益分配するようなシステムもやるというような話が出ているので、まあ、そこは可能性として広がっていくことはあるのかなとは思いますよそうね。ですよね。まあ、ローンうん。チして一発目として、このカメオ機能っていうことで、もう次の時代はこういうことだっていうのをバーンと出したから、やっぱりオープン AI すごいなって思って、やっぱりチャット GPT でもう世界を変えた会社じゃないですか。で、まあ、Google だったり、メタだったり、もうメガテックもライバルっていう中で、やっぱこう AI に特化した会社ならではのね、スピード感とアイデア、ここはやっぱりなんか、なるほどねって関心。そうなんですよね。だから、まあ、脇田さんは音楽系なので、まあ、そのうん。話でいくと、最近、ウェーブズっていう、まあ、エフェクトのメーカーが、自分の声をモデル化して、うんうんう歌わせるような、んボカロにできるようなやつっていうのを、まあ、簡単にできますよみたいな、まあ、ローンチしてっていうのをやるのですけど、全体的にやっぱ自分自体をコンテンツ化して売るっていうようなものが、より加速化していくのかなっていうのは、今回の空で思いましたね。そうですよね。で、うん。なんか、そうは言っても、実際今空使ってて、こうタイムラインというか表示でいろんな人の表示されるけど、知ってる人の面白いけど、全然知らない人がすごいことやってもあんまり面そうなんですよね。白くないっていう。一番最初に公開されたのがサム・アルトマンみたいなオープン AI のあのはい人だったりとかはいはい。なんですけど、知らない人からすると誰やのこの人って感じじゃないですか。結構そうなんですよね。そうです、そうですよ。なんか、はい。うん。だから逆に結構これのすごいところは、なんか、彼氏彼女とかで、うん。
なんか作ったりしてこうオンラインでイチャつけるっていう、あ、そうなんですよね。うちのかみ昔ミッさんに、クスチャンネルはいはい。のカップルあ、あり動ましたね。画で、はい。あ、あれああか。いう感じの楽しみ方はどっかで若者が流行らせるんじゃないですか。はい、ありそうですね。うちのね。かみさんに亀を公開したんですよ。で、好きに作っていいよって言ったら、なんかこう、いっぱいご飯食べてるやつとか、そういうのを作って喜んで笑い笑いしてたんで、いや、あの、癒されますよね。そうなんですよ。で、それ別に公開しなくて下書きのままでもできるうん。ので、うそれん。でこう、2人で、しかもダウンロードできるから、まあ、作ったやつをダウンロードして、で、共有フォルダで見てとかっていう風にして、そうです楽しむみたいなね。こともできてるんですよ。これ、下書きで相手に公開されるのも管理したいですよね。あ、そうなんですよね。だから、なんかこう送るっていうのがどうもあって、ちょっとまだやあってないんですけど、あ、送信機能がね、どうもあるっぽいんですよ。なるほどね。まだまだうん。その辺は、もううん。日々、アップデートされて、そのスピードの速さもチャット GPT で経験済みですよね、我々は。そうなんですよね。はい。はい。いや、今後ね、なんかいろいろ、ジョージさんもこの先こんな風になるんじゃないかってやっぱ考えられてると思うんですけど、やっぱり無限ですよね、このうんうんう展ん。開は。そうですね。ただなんうん。か一方で、空自体のは今結構よく考えられて作られてるなと思うんですけど、ここで果たしてその SNS としてどこまで発展するのかっていうのはやっぱ思ってるところはあって、まあその初期のさっきの倍みたいな感じで、これを一つのきっかけに、これにまあ追従するようなものが、もしかしたら後発的に出てくるような感じになって、発展もしていく可能性はあるのかなとも思ってはいますね。TikTok って今やっぱりすごくすごいこのね、7、8年でものすごい勢いで普及しましたけど、最初ってなんか別のアプリだっそうですね。たけど、バイト動画ダンスじゃなくて、にね、はい。音楽うん。つけてっていう。でも、それがAI アルゴリズムのバイトダンスが買収したことによって、このリコメンドとこのショート動画の面白さっていう。だからオープン AI がそのリコメンドアルゴリズムでどこまで強いのかっていうところもちょっと AI、AI には強くても、その SNS リコメンドの仕組みを持ってんのかなっていや、いう、そうなんですよね。多分 そん Google なもがのじゃないですか。検索に強い Google なんですけど、あんはい。だけ巨大企業なのに SNS 何回もやって失敗してるんですよね。あで、そんあ、な感じで巨大の、まあ、すごい大きな会社で、それ系の IT で強い会社であっても、やっぱうまくいかないことはいかないので、うん。まあ、Google の場合、こう、一番有名な Google プラスとかありますけど、まはいあ、いや次々と失敗しているので、まあ、同じように OpenAI も SNS がうまくいくかっていうのはまた別だとは思いますね。ただ逆に、うん。OpenAI はもうこの AI に特化した会社だから、その TikTok とか Google、YouTube だったり、メタとかが、他のいろんな機能の中にどう埋め込むかっていうので頭使ってるうちに、シンプルに、いや、AI の SNS のリコメンドこれだよねって生み出す。このいや、フットそうなんですよワークの軽さも、ね。スタートアップ的な強みもあり得るから、今後どうなるかっていうね、いや、予断を許そもそも、さないですよね。そもそも優秀な人工知能を持ってる会社なわけなので、そうですよ AI がね。考えてくれるわけだと思うんですようーね。そうなってくるとどうなるん。のかっていうのはちょっと面白いなとは思いますうーね。ん。だうん。からやっぱりインスタグラムもね、PC 関係ないから、シンプルな最初のうんうん。映える画像をシェアするっていうのでのし上がったし、TikTok ももうショート動画に縦ショートに特化、横は関係ないみたいな、うんうん。この強さがあったから、まあ、歴史が繰り返すとしたら、オープン AI が SNS でもまあ、チャンピオンになる可能性もまああるのかもしれないっていうか。そうですね。うーで、まあ僕はん。今こう使ってたりとか、作ってる人を見てて、ちょっとこう感じたことが、割とそのみんな今自分がなりたいものみたいなものを動画にしてる人が多いんですよ。例えばそのダンスを踊ってみるとか、なんかそういうちょっとこうイケメン俳優になるとか、さっきのまあ映画のみたいに2人で出てるみたいな、ああいうのを作る人が多いんですけど、これって今までの YouTube だと、例えば大食いしてる人っていうのは、自分もあれぐらい軽快に食べてみたいけど、食べられないのを食べてくれるから気持ちいいとか、うん誰かに文句言ってくれる人がいて、それを見ることによって自分の代わりにやってくれてるっていうのが楽しかったんですよね。なるほど。それを自分の夢を誰かに託してる。そうなんですよ。誰かに託してくれてる。で、それあが今までのその割と動画コンテンツの中でも流行ってるものの一つの、まあ、潮流だったと思うんですけど、それを、まあ、この空では簡単にやってくれるっていうのがあっ自て、分がね、はい。そうなんですよ。だから自分も例えば60人前のカレーを食べるとかやってみたんですけど、やっぱ作るとちょっと面白いんですよね。わかります。はい。自分も公開してない下書きに、もうほんとくだらない自分は今までこれやってみたらどうなんだろうがいっぱいありますからね。
なんか、そうなんですよ。だからそういう意味では、そういうクリエイティブをやってる人たちですね。もう本当にその動画だけじゃなくて音楽も含めてなんですけど、いろんなことをやってる人たちって誰かの代弁者だったりとか、例えば音楽って悲しい時に悲しい音楽があると嬉しいから、それが作ってくれると嬉しいっていうのが、まあなんか今すでに音楽系の、生成 AI もありますけど、まあそういうふうにだんだん自分で勝手に作ってくれるようになってくると。じゃあその中で次どういう進展を、クリエイターたちは出せるのかみたいのが、作っていく側にとっては課題かなとは思いますね。だからもう1週間ぐらいやってて、うん。そろそろアイデアが尽きてきた人も多いんじゃない？多いんです。結構ね、飽きたっていう声もありまして、これも初期のありがちなパターンだなとは思うんですよ。そうですよはい。ね。はい。まあ、その先にあるのは、やっぱりこう日常の中での、なんかこう、ちょっとした気づきとか、うんうん。何かこう、人とのつながりの中で何か生まれたものから、こう、ポコッと。だから自分もちょうど、先週かな、なんか BS で南極物語っていう、はい、はい。昭和のめっちゃ有名な映画やってて、なんか、へえ、ちゃんと見たことなかったんで、ちゃんと見なかったんですけど、ああ、太郎と次郎がね、南極に取り残された太郎と次郎が生きてたって、太郎と次郎が生きてたって、もう4、50年前にめっちゃ国民的に流行ったんですけど、自分がその太郎と次郎と会う動画作ってみようとか、これくだらないですよね、本当そうね。なんですよね。で、まあ、一個だけ多分その次に行くところっていうところで言うと、まあ、うん、結構やっぱ映像クリエイターの人たちがやっぱ作ってるんですけど、本当に現実ではできないことをやるみたいなところがちょっと楽しくはなってきてて、なんかさっき言ったら、まあ、パッと思いつくことだと結構みんなやりて飽きるんですよ。だからその普段思いつかないことを実際作った後に枯渇してきたところから生み出せると結構面白くて、なるほどなんかね。そうなんですよ。うん、あなんかそとはもうよく、の映像クリエイターの人の考え方にも影響を与えるでしょうね。逆にやっぱいやり本当ー、そうでのクリエイターすね。でしか作れないうん。クリストファー・ノーランがなんか CG を使わなかったとかうんうんう模んう型とかんうん。作って撮影したみたいなね、照明当ててと、こういう動きもなんかこれから音楽のその AI 生成でもそうですよね。やっぱ生歌、生演奏、ライブの価値が逆に高まるみたいあ、な、それはすごくあると思いまあるんでしょうすね。ね。ううん、ん。誰でも作れちゃうって、誰でも作れる時代だって言いつつ、本当にもう本当にワンタッチでスマホで作れるに到達したのが空ですからね。はい。はい。なんか果てしなく話が続きそうなんですよ。そうなんで、今回はまたちょっとなんはい。か1ヶ月後とかにそうん。の後どうなりましたみたいな継承とかできたらまた面白いですね。あ、そうですね。はい。あと、この動画見た人からなんか感想をもらえるのが楽しみというか、いろんな人それぞれのね、空があると思うんで、そこのなんか、こう、リサーチというか、こう、サンプルを知りたいっていう興味も、こう、楽しさかなと思うんで、これを見た方は我々に、ちょっと、なんか、俺はこうだよとかっつって、あと、フォローしてね、カメオをあ、そう共ですね。有し合うのも、はまあ、だからい。ぜひやっぱなんか、使ってない人は一回使ってみてもらいたいですね。いやー、そうですね。やっぱあ、りまあ、もう、うん。プラットフォームって常にそうですもんね。使わないと。だから、招待制なんで、まあ、全員が使えるわけではないっていうちょっと難点はあるんですけど、うん、うん。結構やっぱり怖いっていう、AI 生うん。成怖いと思ってる人いらっしゃるんですけど、そこをクリアしたのはこのカメオ機能なので、なんかそこは知らない人は、ぜひ知っていただいて、使っていただきたいなっていう気がします。あと、なんか最後一言ありますか、ジョージさん。あ、もう、話し足りなかった。いや、大丈夫です。当てしないですからね。はい。そうなんですよね。はい。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも。